今回は旬の柚子を丸ごと楽しむ簡単でシンプルなレシピを4種類ご紹介します。材料は少なくシンプルで作りやすいレシピです。こだわり抜かれた本物の味噌や麹もご紹介してますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずは今日の主役、柚子です。大きめのものを2つ用意しました。最初にこの柚子を丸ごと蒸していきます。蒸した柚子からお砂糖を使わない柚子味噌と柚子塩麹を作ります。蒸し器やお鍋にざるを乗せて柚子を蒸します。ちょうど良い大きさの鍋やざるがないときは、フライパンに布巾を敷いてお皿を重ねることで簡易的な蒸し器として代用できます。15分蒸しましょう。小さめの柚子なら10分くらいで大丈夫です。柚子を蒸すことでいくつかの嬉しい変化が生まれます。皮や白い綿部分にある苦みが自然と和らぎ、後味がとても優しくなります。さらに茹でると柚子の成分が水に溶け出してしまいますが、蒸すことで香りや風味、栄養をそのまま閉じ込めることができます。15分蒸しました。お箸で押してみて柔らかくプニッとしていれば完成のサインです。柚子が触れるくらいまで冷めたら種を取り除きます。切るときに柚子を押しすぎてしまうと果汁があふれ出てしまうので優しく切りましょう。柚子には種が多く、その種にはペクチンなどの成分が含まれています。そのため種を活用して化粧水を作ったり、柚子醤油に利用したりすることができます。詳しい活用方法については別の動画でご紹介していますので、概要欄に記載しているリンクからぜひご覧ください。種を取り終えたら果汁を別のボウルなどに絞り出します。柚子を包丁で細かく刻みます。ミキサーやフードプロセッサーを使えば柚子が滑らかに仕上がって時間も短縮できるので、お持ちの方はそちらを使うのがおすすめです。今日はどなたでも作りやすいように包丁で刻むシンプルな方法で作っていきます。細かく刻んだら柚子の仕込みは完了です。この柚子を使って柚子味噌と柚子塩麹を仕込んでいきます。まずはシンプルな材料で作る柚子味噌。本来柚子味噌にはお砂糖などの甘みが入っているんですが、今回はお砂糖も甘味料もなしで作ります。お味噌は 100g。 お砂糖なしでも美味しい柚子味噌が作れるポイントはこのお味噌にあります。自然な甘みがある美味しいお味噌です。このお味噌ではない場合、白味噌や麹の割合が多い少し甘めのものを使っていただくのが良いと思います。ご自宅に辛めの味噌しかないという方は、お好みの甘味料を大さじ1から入れて味を調整してみてください。果汁や果肉、刻んだ皮を入れたらよく混ぜます。フードプロセッサーがある場合は、柚子と味噌を一緒に入れて混ぜ合わせるだけで OK です。よく混ざったら清潔な保存容器に移します。すぐに使えますが、1日寝かせると味がまろやかになってさらに美味しくなります。柚子本来の甘みだけなので、酸味が気になる場合はお好みで甘味料を大さじ1から追加して味を調整してください。冷蔵で1ヶ月くらいは日持ちします。
冷凍だと2ヶ月くらいは持つので多めに作ってストックしておくのもおすすめです。柚子味噌といえば風呂吹き大根やおにぎりなどに添えたりするのが一般的ですが、今回の柚子味噌は過度な甘みがないのでスープにしてみたいと思います。柚子味噌を大さじ1、あればわかめや粉末かつおだし、粉末昆布を入れて旨味をプラスします。お湯を 150ml 入れれば完成です。通常のお味噌汁のように野菜を煮込んで味噌スープにするのも良いですが、柚子味噌を溶かしただけの即席スープもおすすめです。今回柚子味噌とこの後ご紹介する柚子塩麹に使用したのは、麹屋田中商店さんの麹味噌と手作り米麹です。麹屋田中商店さんは麹屋としての技術を100年にわたって継承してきた信州の老舗。麹職人さんが麹から味噌まで一貫して仕込む全国でも数少ない貴重なお店です。一般的に味噌は大豆、麹、食塩というシンプルな材料で作られていますが、市販では清酒やアミノ酸、保存料などの添加物を含むものも多くあります。そして今売られている味噌の多くはタンクの中で温度を一定に保ち、発酵を人の手でコントロールしながら短期間で作られた即醸造の味噌です。自然の力に委ね、時間をかけて発酵させる昔ながらの天然醸造の味噌はほんの一部しか作られていません。麹屋田中商店さんの味噌は加温なし、天然醸造1年。季節とともにゆっくり熟成し、酵母が生きた生味噌。本来の味噌の力をしっかり感じられるのが特徴です。原材料にも徹底したこだわりがあります。遺伝子組み換え不使用の国産大豆、長野県産米、国産天日塩、大麦。どれも安心して口にできるものばかりです。さらにすごいのは、今では珍しい手作業中心での仕込み。大豆の煮込みから熟成途中に行う切り返しまで、すべて職人さんの手で行われ、昔ながらの味噌作りが守られています。そして驚くのは、塩分 8.6% という減塩でありながら、しっかり美味しいこと。その理由は、たっぷり使われた麹の自然な甘みと旨み。一般的な味噌は麹部合が10割ほどですが、麹や田中商店さんの味噌はなんと倍量の20割。味噌の美味しさの鍵まで自社で一貫製造しているからこその味わいです。今回使った手作り米麹は酵素の力がとても強いため、塩麹も甘酒も想像以上にまろやかで深い味になります。麹作りは気温、湿度、米の水分量など季節によって微妙な調整が必要で、この見極めは機械にはできません。だからこそ職人さんの手が支えているんですね。そしてこちらの麹は半生麹。生麹の強い酵素力と乾燥麹の扱いやすさ、その両方の良さを併せ持った麹や田中商店さん独自の麹です。酵素がしっかり生きた状態で届くので、家庭で作る塩麹、甘酒、味噌料理がワンランク上の仕上がりになります。麹や田中商店さんは創業以来、原料国産 100%、手作り、無添加、天然醸造、この4つを守り続けています。便利さが優先される時代に、ここまで手間暇をかけて作られる商品は本当に貴重です。だからこそ私は、このお味噌や麹がもっと広まってほしいと思っていますし、自分や家族の健康のためにも本物の商品を選びたいです。ご興味ある方は概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ一度ご覧ください。2品目は柚子塩麹です。蒸してから刻んだ柚子をボウルに入れます。約 100g から 130g ほどの柚子に対し、塩は 20g。米麹を 35g。ほぐしながら入れます。
生麹の場合は水を 35ml、 乾燥麹の場合は 70ml。 今回使用するのは半生麹なので 53ml 入れます。よく混ぜます。清潔な瓶に移していきましょう。瓶がない方はジッパー付き保存袋で代用してください。蓋を閉めたら常温で1週間ほど置いてじっくり発酵させます。1日1回蓋を開け、清潔なスプーンで混ぜましょう。あるいは炊飯器やヨーグルトメーカーを利用すると短時間で仕上げることもできます。60度で8時間発酵させてください。炊飯器の場合は釜の底に布巾を敷いて、瓶の蓋より下の位置くらいのぬるま湯を入れて、蓋を完全に閉めずに保温モードで8時間置きます。発酵のムラが出ないように2時間おきくらいに混ぜました。8時間経ちました。ヨーグルトメーカーや炊飯器、常温で発酵させた場合でも同じような仕上がりになります。使用する麹によっても若干仕上がりが変わるかもしれませんが、こんな感じでとろみがついていれば OK です。普通の塩麹と同じように様々なお料理に活用できます。冷蔵保存で 2、3 ヶ月持つのも魅力です。最後は柚子塩麹の簡単なお漬物をご紹介します。冷蔵庫にある余り物のお野菜などお好きなものを使ってください。野菜は食べやすい大きさに切ります。今日は白菜、かぶ、人参で作ります。かぶは葉も根も両方使います。人参は味が染み込みづらいので細切りにしましょう。野菜は全部で 500g くらい用意します。ここに柚子塩麹を大さじ2杯半加えます。お酢を大さじ1入れてお漬物の風味をプラスします。全体をよく混ぜ合わせます。今回はボウルで仕込みましたが、ジッパー付き保存袋に入れて袋の上から揉むだけでも大丈夫です。しばらく混ぜていると野菜から水分が出てきてしんなりします。途中で味見をして薄ければ柚子塩麹を足したりとお好みで調整してください。塩漬けの工程がないので手早く作れてサラダのようにさっぱり楽しめる野菜漬けです。完成です。5日から1週間くらいで食べきるようにしましょう。出来上がった柚子味噌スープと柚子塩麹の野菜漬け、早速いただきたいと思います。いただきます。柚子塩麹の野菜漬けはまろやかな塩味と爽やかな柚子の香りでサラダ感覚でどんどん食べられる一品です。柚子塩麹はオイルを少し混ぜてドレッシングにしても良いですし、お肉やお魚を漬け込んでも美味しいです。柚子味噌スープは味噌のコクに爽やかな酸味が重なって体の奥までじんわり染み渡るような優しい味わいです。味噌本来の優しい甘さがあるおかげで甘くなりすぎず、どんなお料理とも相性よく使えます。発酵食品である味噌や麹は美味しいだけでなく腸活など健康にも嬉しい食品です。ぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。